こんにちは、アリスチャンネルです。今回は名画の謎、新約聖書編。早速見ていきましょう。新約とは新たな契約のこと。つまり、ユダヤ人が神と交わした古い契約を更新し、その更新にあたってイエス・キリストが犠牲の血を流さねばならなかった過程を記したのが新約聖書というわけだ。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによるイエスの伝記と黙示録など、それぞれ独立した27の文書からなっている。異教徒の目から見た旧約と新約の大きな違いは、聖の扱いではないかと思う。神話的色彩の濃い旧約聖書では、英雄といえども、美女の色化に迷って破滅したり、極めて人間的な弱点を垣間見せるのだが、新約聖書におけるスーパースター、イエス・キリストからは、性欲という本能は徹底的に排除されている。母のマリアからして、処女のまま妊娠、出産。養父たるヨセフは生殖能力なしの扱い。本人イエスも30数年の生涯で浮いた噂の一つもない。要するに、性欲の喜びは悪徳とされているのだ。このような性を汚らわしいと見る考え方は一般の信者へも及び、必然的に出産目的以外の性交を禁じる方向へと進む。ヨーロッパでは長らく同性愛が犯罪とされ、時代によっては死刑になることもあった。こうした中、マリアの処女受胎が聖性の最大の証となるのは必然であろう。その点は理解できる。しかし、科学的にはありえない処女受胎を、一体現代人がどうして信じられるのか。クリスチャンによれば、それをそのまま信じることこそが信仰の証ということになる。聖書と共に始まり、発展してきた西洋絵画は、この処女受胎の奇跡を何年にもわたって繰り返し描いてきた。だが意外にも聖書に書かれたエピソードはごく短い。4つの福音書のうち、マリアと天使の直接のやりとりに触れているのはルカ福音書のみだ。それによれば、ガラリアのナザレという町に住むマリアのもとに、ある日突然大天使ガブリエルが現れ、アベ・マリア、つまりおめでとうマリアと呼びかけた。何のことかと思えば、ガブリエル曰く、恐れることはない。主はお前に恵みを与えた。すでにもう身ごもっている。男の子が生まれるのでイエスと名付けなさい。仰天したマリアが、そんなはずはない。私はまだ男の人を知りません。と答えると、ガブリエルは、聖霊がお前に下ったのだ。生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。そして天使は去っていった。この出来事は春の初め3月25日に起こったとされる。なぜなら9ヶ月後の12月25日がイエスの誕生日だからだ。この天使と乙女が対峙するドラマティックな奇跡の場は絵の主題として魅力があり、教会や王侯貴族、富裕層によってたくさん注文されている。画家自身も強いインスピレーションを受け、腕によりをかけたので、この受胎告知は名画揃いである。ただし、描写にあたっては、中世以来いくつかの約束事が決められている。まずマリアは赤い服に青いマントだ。赤は殉教、青は天の真実を表している。そして大天使ガブリエルは背に翼があり、手には白百合を持っている。二人の頭の周りには聖なる印の光輪が輝き、そばには聖霊の象徴、白い鳩が飛ぶ。大天使はマリアが読書中の室内に現れ、ひざまずいて神の言葉を仲介する。
マリアが読んでいるのは、旧約聖書のイザヤ書で、見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、という預言の箇所を読んでいる。ご存知、レオナルド・ダ・ヴィンチが20代で初めて単独で手掛けた受胎告知を見てみよう。マリアの赤と青の衣装、ひざまずく大天使ガブリエル、聖書、白百合とお約束が揃っているのがわかる。マリアを室内ではなくテラスに座らせ、足元の花や草をリアルに描くとともに、円形の雄大な山、海、町も展望されることになった。遠近法を完成させたのはレオナルドと言われるだけあり、自然なグラデーションが見事な奥行きを作り出している。随分おでこの広いマリアだ、と感想を持つ人もいるだろう。その通り、これはルネッサンスファッションであり、金髪で、しかも広い額が当時の美女の条件であった。そうなると、美を追求してやまない女性たちがすることは一つだ。生え際を脱毛して、頭頂部に近いところまで額だと言い張るようになった。脱毛後、再び髪が生えないように、コウモリの血や毒人参をすり込んだ例もあったというから恐れ入る。それはともかく、レオナルドの異端ぶりが大天使の持つ白百合に見られるとの説がある。克明な筆致でしべが描かれているのだ。要するに、百合の花がおしべとめしべの交配によって開花するように、マリアもまた処女ではなかったと暗示しているという。閉じられているべき空間がそうなっていないのも異端の証拠だろうか。低い塀が画面中央あたりで開いており、そこからくねくねした道が続いているのが見える。これは赤ちゃんが生まれてくる産道を示していると解説する人もいる。レオナルド・ダ・ヴィンチは処女受胎などありえないと言いたかったのだろうか。彼の作品はどれも不思議に謎めいているため、誰もが深読みしたくなるのかもしれない。レオナルド・ダ・ヴィンチはルネサンスの巨匠、モナリザがあまりに有名なため肖像画を多く描いたというイメージがあるが、作品の大部分は宗教画だった。ブリューゲルによる16世紀半ばフランドル地方の冬景色。画面の隅々にまで神経の行き届いた、しかも秘密と謎がいっぱいの魅力的な作品に仕上がっている。夕暮れの村は雪に覆われ、家の軒下には長いつららが垂れ下がる。点在する木は寒々とした姿を晒し、川や池には厚い氷が張っているため、人々は船を使う必要はなく徒歩で行き来している。この時代はヨーロッパ全土が強い寒波に襲われ、冬の雪は長引き、夏の降水量も増大して不作が続いていた。食料の貯蔵法や物資の輸送もまだ確立されておらず、農民たちには凶作とそれによる飢餓から身を守る術はほとんどなかった。現実の歴史が伝える彼らの姿は痩せ衰え、なおかつ重税や異端審問にあえいでいたが、絵の中では寒さに負けず活力をみなぎらせて動き回っており、人生を精一杯味わっているように見える。とりわけ子供たちが元気だ。氷上でそり滑りに興じ、スケートや駒回し、雪合戦をするかと思えば、喧嘩になって殴り合う。左下の二人の小さな子に注目。父親が豚の喉をかき切り、母親が
吹き出る血をフライパンで受け止めている傍らで、じっと立って待っている。何を待っているのだろうか。それは豚を解体した後の膀胱をもらうためだ。一人はすでに手に入れて、懸命に息を吹き込んで、自分の体の半分ほどの巨大な風船にしている。当時は牛や豚の膀胱は素晴らしいおもちゃであった。ボールにして蹴ったり、小石を入れてガラガラ音を出したり、大事に夏まで取っておけば泳ぐ時の浮き輪にもなる。もう一頭の豚は外へ引き出されるところだ。藁の束がたくさん用意されているのは、火を燃やして豚の毛を炙るためで、そうすれば皮はもちろん丸々一頭すべて無駄なく利用できる。ここは旅籠なのだ。ヨーロッパの旅籠は大抵1階が居酒屋で、2階に寝るための部屋が用意されている。家の前には巨大なワインを乗せた二輪車が横付けされている。壁にかけられたジョッキと2階から吊り下げられた常緑樹のリースが居酒屋の目印だった。客が窓から下を覗いている。当時、ガラスはまだ高価なので、窓は立て付けの悪そうな木戸だ。それにしても、こんなしょぼくれた旅籠なのに、押すな押すなの盛況なのはなぜだろうか。実を言えば、彼らは泊まりたくて来ているわけではない。入り口の前にはテーブルが置かれ、贅沢な毛皮のコートの男が目の前の相手から金を受け取り、帳面にペンで何やら記載している。その横では、大判の台帳らしきものをチェックする二人。ここは臨時の税金徴収所だったのだ。毛皮の男たちは役人。それもここフランドルを占領中のスペインのハプスブルク家の徴税係である。なぜわかるかといえば、リースの右、つららの下がったあたりの壁に、ハプスブルク家の相当のわしの紋章が掲げられている。騒ぎを警戒してか、木の下では槍を持つ兵士の姿も見える。兵士は他にも大勢いる。後方中央の木の洞を簡易居酒屋にした場所あたりに、たくさん長槍が見えている。ここフランドルが独立運動をいつまでもやめないため、フェリペ2世は弾圧に次ぐ弾圧を行い、徴税においてもこんな村まで軍の動員を行っている。とはいえ、この絵の中にひしめく人々に不穏な動きがあるわけではない。雪に閉じ込められ、外国勢力に富を絞り取られ、それでも日常の営みは何事もなかったのように続いていく。さて、こうしたことのどこが聖書と関係があるというのだろう。ブリューゲルは冬のフランドルの村にイエスの物語をさりげなくはめ込んでいる。あなたには見つけられますか？前景のやや右より、ロバに乗った女性がいる。青みがかった上掛けを羽織る身重の彼女こそ、聖母マリアである。背を丸めてロバを引く男が、夫のヨセフということは、担いでいる大きなノコギリから明らかだ。ヨセフの職業は大工だからだ。もう一つの証拠は、ロバと並ぶ牛。これは旧約聖書のイザヤ書に、牛は飼い主を知り、ロバは主人の飼い場桶を知っている。と書いてある。イエス誕生の
馬屋を描いた絵画に、普通いるべき馬ではなく、牛とロバが登場するのは、そういう理由からである。ヨセフとマリアも税金を納めに来たのだった。もちろん、フランドルではなく、ベツレヘムに。そして彼らと同様、遠くから来た人々で、旅籠が混み合ったため、やむなく馬屋を借りて、一泊したその夜、イエスは生まれた。キリスト教系の幼稚園や小学校では、クリスマスの行事で、この出来事が演じられる。旅籠の主人が、残念ですが、今日は満員です。おや、赤ちゃんが生まれそうですね。と、宿泊を断ったのは、徴税による人手の多さゆえであり、それでマリアに同乗した彼が馬屋を貸したおかげで、イエスは馬屋で生まれ、貝羽桶に寝かされる。という寸劇だ。イエス時代のパレスチナも、ブリューゲル時代のフランドル同様、弾圧と搾取によって大国に支配されていた。ローマ帝国だ。時の皇帝アウグトゥスが人口調査と称し、国民全員に自分の生まれ故郷で名前を登録し、税金を納めよと命じたため、ナザレに住んでいた大工のヨセフも妻を連れて70キロも南方のベツレヘムまで旅をしなければならなかった。そしてついでながら言うと、イエスの誕生日が12月25日だとは聖書のどこにも書かれていない。子供らが無邪気に遊び、村人が日々の糧を得ようと必死に働き、村人が荷を抱えて税金の支払いに集まり、兵士たちが見張る。そんな中、神から聖なる務めを命じられた処女で身重のマリアがロバに乗ってゆっくり通っていく。だが誰も気づかない。誰も彼女の存在に目を向けない。マリアがこれから産む神の御子イエスは、現在を背負った人間の魂を救済するため、この世のありとあらゆる苦しみを我が身に引き受け、ついには十字架上で殺されるのだが、しかし同時代の人々は凡人の悲しさ、予感すらできない。ブリューゲルはそれをあたかも天から俯瞰するかのように画面に展開してくれている。この絵を見ているあなたもすぐにはマリアに気づかなかったでしょう。と、北総園でいるかもしれない。イエス・キリストは宗教上の改革者であったから、ユダヤ先民思想に貫かれた旧約聖書を否定し、ユダヤ人だけが救われるのではなく、人間は誰もが救済されると説くことになる。したがって、イエス生誕の場の絵画には、崩壊しかけた建物がよく描かれる。新しい世の中を作るのはイエスで、それ以前の世界は不完全だったとの隠喩としてである。右上を見てほしい。廃墟となった城塞の前で、新しい家が建築中だ。これこそ、イエス出現後の新しい世界を示すものに他ならない。同じく雪景色は、自然の厳しさを示すばかりでなく、そこに生きる人々の精神や心の凍てつきも暗示している。厳しい寒さの中、貧しさを押して、重税のため旅せねばならず、不満があっても異国の支配者には怖くて物を言うことはできない。不満を言えば
拷問されたり、火あぶりにされるかもしれず、生活は常に理不尽な死の恐怖と共にある。傍目には気楽そうに見えていても、人は見えた通りの人間とは限らないのだ。例えばこのマリアのように。ブリューゲルは左上に沈む太陽を書き込んだ。当時、スペインのハプスブルク帝国が日の沈まぬ帝国と呼ばれていたのはご存知の通り。この沈む太陽を書くことによって、ブリューゲルが何を言いたかったかは想像できるだろう。聖書にはいろいろ驚かされる。先ほど言ったように、イエスが12月25日生まれということは、聖書のどこにも書いていない。では、なぜクリスマスを祝うかといえば、マリアの受胎告知が3月25日の出来事なので、単に9ヶ月を足して割り出したのだという。さて、ベツレヘムの馬屋で産気づいたマリアは、天使ガブリエルの告知通り、男の子を産む。牛やロバに見守られて、ひっそりとした誕生とはいうものの、1月6日、馬屋の聖母子を華やかな一団が訪れる。東方、つまりペルシャ、今のイランの3博士とその従者たちだ。この頃、数年にわたって犬座のシリウスが尋常ではない光を放ったり、天体に異常気象が続いており、この博士たちも観測しているうち、真の王の誕生を知って、星の導きでやってきたのだった。東方というと随分遠いようだけど、ペルシャからベツレヘムまではラクダに乗って10日ほどで着いている。この博士だが、正確にはマギ、つまりペルシャ宮廷に仕える占星術師であった。貧しいユダヤの地から見ると、ペルシャは先進国で豊かだった。そこから偉い学者たちがイエス生誕をお祝いし、礼拝しに来たのだと聖書は強調しているわけである。何事にも権威づけは重要だ。そして時代が下ると、この三博士の意味合い自体も次第に重々しくなっていく。最初は人数も定まっていなかった。やがて老年、壮年、青年のマギ3人とされ、イエスがどの年代の者にも祝福を与えるという含みが持たされた。さらに世紀が下ると、ガスパール、メルキオール、バルタザールと名前が付けられて、さらにヨーロッパ、アジア、アフリカという三大陸の代表者とされるに至る。アルトドルファーの東方三博士の礼拝を見てみよう。空には博士たちを導いてきた星が光り、マリアの衣装はお約束通り赤と青。背景の廃墟はユダヤ人のみを救う旧約聖書時代の終わりを示している。老年、壮年、青年の三博士は絢爛たる衣装と宝石で身を飾り、素晴らしい器に入れた贈り物をイエスに捧げている。この黒人の青年がアフリカ大陸代表者バルタザール。最長老のガスパールが幼子の前にひざまずくのは伝統的な書き方である。この贈り物は黄金と乳香と没薬だった。黄金は栄光を表し、乳香は神聖、没薬は受難を象徴する。この同じ主題をボッティチェリが書くと随分違う。
アルトドルファーに比べ登場人物がやたら多く、お祭りのように賑やかで、肝心の聖母子は奥へ沈んで脇役扱い。空には星もない。そもそも真っ昼間だ。とはいえ、廃屋の破れた屋根からは、聖なる光がきらめきながら、幼子へ降り注ぎ、赤と青をまとうマリア。その後ろには気の毒な夫、ヨセフ。ただし、それ以外は、すべて後世の人々。正確には、メディチ家とその関係者だ。これは要するに、有名人との記念撮影である。現代人が過去へタイムスリップし、スーパースターイエス・キリストと一緒に写真を撮れば自慢できるだろう。それと同じことをイタリアのルネサンス人たちが絵画でやってのけている。野獣根性とともに得意げでもあるの、そういうわけだ。彼らにとっても救世主誕生は1500年近く前のことである。ほとんど神話の世界と言っていい出来事なのだ。ボッティチェリは優れた肖像画家でもあったから、当時は描かれているすべての人物が特定できたようだ。今となってはさすがに全員はわからないが、それでも重要人物の名はわかっている。まず、サン博士の筆頭、ガスパールとして聖母の前にひざまずいているのは、コジモ・デ・メディチ。フィレンツェ建国の父と呼ばれ、メディチ王朝ともいえる支配を打ち立てた人物だ。この時点でコジモはすでに死んでいた。後継者の長男も病弱により死亡。したがって、この絵の中で最大の重要人物は、最前列左端。白馬の横で両手に剣を持ち、目を伏せている若き当主、ロレンツィオ・デ・メディチだ。彼は幼い時から祖父コジモの薫陶を受け、20歳で家督を告げや、たちまちその期待に応えた。ロレンツィオの下でメディチ家は最盛期を迎え、フィレンツェ一都市だけでイギリス一国の国家総生産を上回るのだ。ロレンツィオは政治経済への手腕のみならず、芸術文化の大パトロンとして花のフィレンツェを牽引した。その偉大なるロレンツィオと対になる場所、右端に立ち、視線をはっきり私たちに向けているのが画家本人だ。若さの傲慢が感じられるのも道理で、ボッティチェリはミケランジェロと同様にロレンツィオから熱い庇護を受ける身であった。ところで、この絵を注文したのは誰でしょう？当然、メディチ家と思われるだろうが、そうではない。右の群像の中に、もじゃもじゃ黒ひげ男がいる。その横顔の斜め左上に、こちらを見ている白髪頭の薄いブルーの服を着た男。彼がこの絵の注文主である。その証拠に右手の人差し指で自分の胸を指し、私がお金を出して描いてもらったんですよ、と自慢している声が聞こえますよね。この男の名はグアスパレ・デルラーマ。歴史に名前が残るような人物ではないが、美術史においては知られている。なぜなら、ボッティチェリ初期の傑作として名高い、この東方三博士の礼拝は、別名デルラーマの礼拝図と呼ばれているからだ。ラーマは典型的な成り上がり男だった。最下層の生まれから不動産や両替商によって財を成したが、公金横領で有罪になった過去があり、名誉挽回の手段としてサンタマリア・ノベラ教会に礼拝所を設けた。
いわゆる大口の寄付である。その礼拝所を新進気鋭の画家ボッティチェリの宗教画で飾りつければ、フレンツ市民の尊敬が得られるに違いない。ついでに支配者メディチ家をもねって、彼らの肖像もはめ込めば何かと有利だろうし、自分の格もますます上がる。そう思いついたのだ。主題はすぐに決まった。サン博士の物語だ。ただし、画面上でガスパール役を演じるつもりはなかった。そうそうたるメディチ家と肩を並べるより、その他大勢に甘んじた方が、慎み深さをアピールできる。絵は公開され、ボッティチェリの評判は高まり、ラーマも念願の敬意を受けるようになる。だがそれもほんのつかの間だった。わずか1年後、ラーマは詐欺罪で再び有罪判決を受け、今度は助からなかった。この後、仕事も財産も失い、貧困にまみれて死んだという。こうしたことを知って見直せば、何やら物悲しい絵にも思えてくる。しかしよく考えれば、絶頂期の長短こそあれ、誰しもラーマと変わらない。イエスが生まれた時、パレスチナを支配していたのは古代ローマ帝国だったが、そんなものはとうに消え果てた。ボッティチェリの絵の中で繁栄を誇るメディチ家も、次第に衰退して、18世紀初めには断絶してしまった。当時の誰に一体、ローマ帝国やメディチ家の消滅が想像できただろう。それは今の我々がアメリカの消滅を想像できないのと同じだ。